どうもこんにちは。ホビーチャンネル武蔵です。ホンダ RC213V2014 年版の続きになります。フロントフォークとハンドル周り、配線、デカール張り、カウルの研ぎ出しから最終組み立てになります。今回で完成になりますので、最後までご視聴いただけたらと思います。フロント周りを作成していきます。ブレーキディスクの作成です。ブレーキディスクの裏側には押し出しピンの跡があるので、瞬間接着剤で埋めて処理しておきます。サークルカッターでマスキングテープを切り出してディスクをマスキングします。円は中心から外側に切り込みを入れておきます。サークルカッターではパーツとぴったり合った円を切り出すのは難しいので、切り込みを入れてパーツに現場合わせで貼り付けます。今回は大きさが足りないので、足りない部分を追加のマスキングでカバーします。ラジエーターのホース付け根は裏に肉抜き穴が開いていたのでパテで埋めておきました。ホースは筆塗りです。キャップのデカールはうっかり貼り忘れそうになりました。焼き色塗装をしておいたマフラーのうち、下側のマフラーを取り付けます。ここはネジで固定するようになっていました。フレームのこのデカールも見落としがちです。ラジエーターを取り付けたら墨入れ塗料で汚し塗装をしておきました。フロントフォークを組み立てます。バリは800番のスポンジヤスリで処理しておきました。フォークのアウターチューブはシルバーを塗った後に水性のクリアオレンジを塗りました。水性塗料を使うのはシルバーの光沢感を損なわないようにするためです。クリア塗料は重ねるほど暗くなっていくので、程よい明るさの時に塗りやめます。パイプ部分には長谷川のミラーフィニッシュを貼りました。ナットは筆塗りですが、ブレーキフルードのタンクはマスキングをして白色を塗りました。白は筆で塗ると厚くなりがちです。ハンドル周りを塗り分けます。このキットではハンドル周りが一番細かい塗り分けになりますが、頑張って筆で塗り分けます。パイプ部分は筆が入らないので、ジュラルミンフィニッシュの細切りです。メーターの台座はカーボンデカールを貼りました。スイッチは赤く塗る前に白を塗っておかないと発色しません。塗り分けたパーツを組み立てます。フロントフォークをフレームに組み付けていきます。ネジで固定するようになっていました。パイピングをしていきます。今回はキット付属のチューブをそのまま使いました。ところどころ太すぎてオーバースケールです。バイクキット用にもっと細いチューブも売っているので、余力のある方はそちらに置き換えた方が良いかもしれません。ここのチューブは曲げやすいように真鍮線を仕込みました。
説明書を見ながらピンセットで曲げ癖をつけていきます。スロットルの根元と外側に留め具用の針金に見立てた細切りのミラーフィニッシュを貼りましたが、太すぎていまいちです。細いリード線とかの方が良いと思います。実車はカバー類もカーボン製なのでカーボンデカールを貼りました。カウル類の組み立てです。部品精度が完璧なので合わせ目消しはスポンジヤスリで軽く鳴らすくらいで済みました。テールのこの部品ですが、こんな複雑な形状がパチピタに合うなんて驚きです。フロントタイヤのフードです。ビス部分を 3D プリンターで出力したビスに置き換えるので、ピンバイスで穴を開けておきます。カウルのビス類も同様に出力したビスに置き換えるので、ピンバイスで穴を開けておきます。フロントのカウルにはパーティングラインがあったので、スポンジヤスリで消しておきます。カウル類ははじめに白を全体に塗りました。成型色が白なのでクリアも塗るし白は塗らなくても良いのではとも思ったのですが、色を塗ったところと艶に違いが出たら嫌なので念のため塗りましたが、ごく薄くしか塗っていません。カーボンデカールを貼ったカバー類にはクリアを塗っておきます。フレームにエアダクトやカバー類を取り付けていきます。接着はセメダインハイグレードで行ったのですが、この接着剤は乾燥が遅いので乾くまでマスキングテープで固定しておきます。カウルの塗り分けには塗り分け用マスキングシートが付属しています。デザインナイフで切り出して指定の箇所に貼り付けます。説明書に従い1色目の蛍光オレンジを塗ります。付属のマスキングシートを貼って2色目の蛍光レッドを塗ります。ちょっと厚く塗ってしまったようで境界がささくれ立ってしまいました。マスク漏れもあるのでマスキングの隙間から入り込んでしまったところはデザインナイフでこそげを落とします。ささくれ立った境界は全体的に水溶きしておきました。マスク漏れで吹き込んでしまったところはコンパウンドと綿棒で磨き落とします。
デカールを貼っていきます。まだ貼れていなかったフレーム部分から貼っていきます。フロントカウルの裏側のダクトもカーボン製なのでカーボンデカールを貼ります。ちょっと複雑な形状をしているので面ごとにデカールを切り出して貼りました。内側も覗き込むと見えるのでカーボンデカールを貼りました。カウルにデカールを貼っていきます。マークセッターを塗ってからデカールを貼ります。曲面がきつくて馴染みにくいところはマークソフターを使って馴染ませました。ここはデカールが切れてしまいました。切れた端をピンセットで慎重に合わせます。いつも思うのですが、切れてもちゃんと合うのが不思議です。デカールのラインを合わせるために仮でカウルを組んでおきます。後でバラしてクリア塗装と研ぎ出しを行うので接着はしません。デカールを貼っていきます。デカールが貼れたのでバラしてからクリアを塗装します。はじめはふわっと砂吹きで拭いてから15分ほど乾燥させて、それから垂れるまで拭きます。はじめから垂れるまで拭くと溶剤でデカールが溶けます。内緒ですがフロントカウルのゼッケンが少し溶けてしまいました。デカールの段差を消していきます。クリアを吹いてから2週間ほど乾燥させて1500番の耐水ペーパーで力を入れずに段差を消します。水はつけない空研ぎです。段差消しが終わったらクリアを吹いて2週間の乾燥後に艶出しを行います。艶出しですがラプロスの6000番の後8000番を使って表面を慣らした後コンパウンドの細めで磨きます。細かい箇所は綿棒を使って磨きました。細めの次は仕上げ目のコンパウンドで磨きます。最後に長谷川のセラミックコンパウンドで磨いて完了です。カウルの裏側を塗っていなかったので表側をマスキングしてから塗っておきます。今まで組み立ててきたパーツを取り付けていきます。どんどん形になっていき、パーツが一つつくごとにテンションが上がっていきます。
今回カウルを固定するビスは 3D プリンターで作成しました。あらかじめピンバイスで開けておいた穴にビスを水溶性の接着剤で接着していきます。はみ出した接着剤は水をつけた綿棒で拭っておきます。カウルを取り付けます。ビスで固定しますが、きつく締めすぎると塗装の塗膜が割れてしまうので注意が必要です。ニーグリップのパッドですが、接着後に透明になるセメダインハイグレードを使って接着しました。たっぷりめに接着剤をつけてタンクに押し付け、はみ出した接着剤を水を含ませた綿棒で拭き取ります。最後に長谷川のコーティングポリマーで磨いて完成になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。